今日の話はアニメーターで生き残るために必要なことっていうことなんですけど、もう結論から言いますとですね、絵が好きとかアニメを描くのが好きってのはもうみんな想像の通りだと思うんですけれど、意外なところでね、心身の健康なんじゃないかなと思います。心と体が両方健康じゃないと継続できない。難しいのはね、アニメーターってさ、不規則な生活になりがちなわけですよね。要するに体も心もボロボロになってしまう要素満点の中で、どうやってそれを維持するかってことがね、結構大事なんですよ。で、僕こんな感じで今散歩してますで、僕アニメーター時代ですね、結構やっぱりね、いろんなことやってました。まあもちろん散歩、水泳やってましたし、いっそスタジオまでなんか運動不足解消のために走って帰ってみようかなみたいな感じで、なんか5キロとか10キロとか下手したらなぜか20キロぐらいね、アニメの仕事終わった後ね、走ってみたりとかねしてましたけど、これらはね、今思えばね、かなりね良くないですいろんななんかこれ悪いなってこといろいろやってましたね。で、心身って意味ではですね、体もなんですけど、やっぱ心も結構重要で、まあそういう意味ではね、やっぱ人間関係をやっぱある程度充実させた方が、それは生き残る確率は高くなりますよねっていうのがね、今日話したいことなんですけど、まあそれ以前にそもそもアニメーターになるためにはっていうところからで言うとですね、まあ一番重要なのはね、情報収集です。で、僕の話、僕の放送ね、 YouTube とかで散歩配信とかね、アニメーターに関係する話をひたすらね聞いてくれたりとか、他発信してる人とか、僕昔だったらですね、アニメージュのインタビュー記事とか、アニメスタイルのね、記事とか、そういうね、クリエイターアニメーターに関係する対談だったりインタビューだったりをですね、永遠と集めて、読んで、まあ最初情報収集から僕は入ってますね。でなおかつですね、まあアニメ主塾みたいなですね、その絵の描き方、アニメーションの描き方、に関係する、情報もねたくさんありますからね、そのノウハウもたくさんあるから、まあそういう意味ではね、技術も吸収しやすくなって、あとね、結構次大事なのはね、適性分析ですね。自分って何が得意で不得意なのか、何が好きで嫌いなのかってことが分かんないと、要するに目指すゴールが分かんないとさ、道が分かんないのにどこ向かってんだよって話になっちゃうんですよ。自分はこういうのが得意で好きで、こういうのだったらその世界で生きていけるよねみたいな、そういうのがねないとね、日々これが何の役に立つんだろう、これ書いたのがどうなんだろうみたいなことね、多いんですよね。で今日の話ってアニメーターになるっていうことだけではなく、絵描き全般ですね。アニメーターね、なるより生き残る方が大変だという話はね、聞いたことあると思います。これまあ絵描き全般そうかもしれないね。結構いたたまれない感じの話っていうのがね何個かあって、すごいさ、もう向いてますで、そしてうまくいきましたっていうね人の話はさ、本当によかったねみたいなね感じじゃないですか。いや全然向いてないっす、俺もう無理っすって言って、いい意味で諦めてやめちゃう人、これも俺ね、人生の可能性試せて、そこですっきり何の後悔もないのであれば、それはそれでいいんじゃないのっていう気がするんですよ。一番なんかね聞いててなんか辛いっていうか、モヤモヤするのが、なんかねふわーっと行ったり来たりしてる人はそれはそれでその人の人生だから悪くないんだけど、昔俺聞いた話だと、ほんと土日に電気屋さんでバイトして、普通の平日にアニメーターをやってるとかね、すごくないですかそれ。だからその土日のバイトで生活費を稼ぎアニメーターをやる、いやすげえなと思って、いやこれきつくないですか。もう半年1年だったらギリできるかもしれないけど、若くてね、30過ぎとか40になってそれはきついでしょね。それなんかこう微妙にふわーっと行ったり来たりしてる人の話がね大変そうだなって思うわけですよ。だからね、やっぱり専業でねできてるっていうことはね、ちょっと幸せに思った方がいいっすよ、本当マジで。でね、あと結構僕が重要だと思うのはね、その周囲の力を利用するってことですね。利用するっていうと言葉が悪く聞こえますけど、簡単に言うとね、絵が上手い人、今うまくやれてる人に素直に聞けばいいんですよ。でそれの通りにやればいいんですよね。めちゃくちゃシンプルなんですけど、それシンプルゆえにですね、できる人とできない人結構いるんですよ。
結構最近ねすごく生活サイクルは気にしてました。4月ぐらいに言ってたと思うんですけど、今年のテーマは寝ることですってね俺言ってたと思うんですけど、ほんとちゃんと寝てます。いざという時にですね体調不良になっていない人いるんですよ。いやこれは今まで頑張ったからねとかね、どうだからねこうだからねってさ、言い訳って言ったらあれですけど、体調不良だからねもうそれは仕方ないってなるじゃないですか。でもねそれね仕方ないんじゃないんですよ。それ結局日々の自分の生活のもちろんもともと体が悪いっていう場合もあるかもしれないけれど、それは言い訳できないんですよ。このプロの世界とかアニメとかそういう仕事でね。例えばもう個人でね同人作家やってる人とかだったら作品出せなかったらそれでさがっつり収入減るわけじゃないですか。アニメーターも体調不良ですって言ったら、1ヶ月2ヶ月ねじゃあ戦線離脱するって言ってですね拘束反拘束が切れるってなると、もうそれだけでシンプルに年収の 8% ががっつりなくなるわけですよ。この戦線を離脱する書けなくなるっていうのは、致命傷なんですよね。だからもうこれはね何回か話してると思うんだけど、生活を維持することと絵を描くことを同時にやってください。体調不良みたいなもので描けなくなるっていうのがやっぱり一番のマイナスなんですよね。でこれがやっぱり20代とか30代からあそこ痛いここ痛いとかね言い始めてたらもう長持ちしませんから。消耗品ってあるじゃないですか。こう日頃自分の使ってるものの中の消耗品の中の巨大な消耗品のうちの一つが自分なんですよでこれね自分の生活習慣によって、パフォーマンスを上げることができたり、その消耗品の期間ね使用期間を延長させることができたりとか、自分が書いた分だけねパフォーマンスを発揮した分だけ仕事になるお金になるわけだから、自分のメンテナンスもセットで一日の仕事だと思って。仕事っていうのは絵を描いて絵を出すことではないんですよね。それを売ることではないんですよ。いやそれはもちろんメインなんですけど、プラス自分の体のメンテナンスっていうのもあって、ほら今なんか車いっぱい通過したでしょここね。車っていうのはねあれ走るの仕事だけど、走るのと一緒にメンテナンスってあるじゃないですか。メンテナンスしてない車はですね乗れなくなるでしょ。結構考えがちなのはね20代の一番無理できた時の気分でやっちゃうってやつです。何でもいいけど言ってやっぱ寝ましょうそうちゃんと寝よう。